皆様本日はですね、こちらのエリンギをフライにしていっぱい食べたいと思います。はい、じゃあやっていきます。まずじゃあバッター液から作っちゃいます。ボウルに卵2個、はい、卵2個に牛乳 150cc、 はい、小麦粉を大さじ、ちょっとこれで3杯なんだけど大さじ6ぐらい入れとこうかな。でまずこれで様子見ます。はい、今回は結構ね、揚げ物ってその油の用意は大変かもしれないけど、実際ねやるのはすっごい簡単なんで、卵つけて小麦粉つけてみたいな作業もこういうバッター液にしちゃえば1回の作業で終わるから結構ね簡単なんだよね。特に唐揚げとか漬け込む系じゃなくてフライとかにするとね、特に漬け込まなくてもね、結局ソースとかつけて食べるし、これくらいですね。ホットケーキミックスとかよりはちょっと緩いかなぐらいで。そしたらお次エリンギカットしていきます。で結構ね大きくカットしちゃってもいいと思うんだけど、どんな感じの食感にしたいかによると思うんだけど、普通に乱切りっぽくしてもいいし、今回俺は縦に切ろうかなと思ってて、基本さエリンギってさこういうさ大きいのとちっちゃいのセットで入ってることが多いじゃないですか。なんでこの大きいのは4等分で、ちっちゃいのは2等分ぐらいの感覚でやろうかなと思ってます。そしたら普通にこの大きいエリンギは縦にカットして、もう一回縦、こんな感じで大丈夫かな。こんな感じの4等分、縦4等分ね。このちっちゃいやつ、こちらは2等分でいいかな。もう縦半分で。でこいつらなんかちっちゅうくらいが2つ来たんだけど、新しい四角だね。これは普通に4等分にしとこうかな。結構大きいな。4等分、ちっちゃいやつだけ2等分で、あとは基本的には4等分でいいよ。であとはさっきバッター液用意したから、これとこういうドライパン粉と、あとちょっとね揚げ物フライをつけた後休ませる、フライをつけた後衣をつけた後休ませるやつ用意しといて。すぐつけてすぐ揚げないんでね、剥がれやすいんで衣が。ではもうめっちゃ簡単だよ。こうバッター液につけて、こんな感じでねしっかりつけたらもう衣の中に入れていくだけ。もうだからバッター液の中にポンポンってもうたくさん入れてまとめてやっちゃって大丈夫。はい、こんな感じでバッター液にバーってつけて、パン粉を大きくかぶせて、でちょっとギュッとしてあげてほしい。しっかりめにねつけたいんで。はい、そしたらこの状態でちょっと置いて、このバッター液とパン粉が馴染むようにしておきます。あとはこの作業の繰り返し。パン粉つけてちょっとギュッとつけて、はい、パン粉じゃねえわ、休ませると。これの作業の繰り返しです。簡単で、今回はすごいシンプルにエリンギだけにしてるんだけど、ちょっとだけねベーコン、薄いベーコンを巻いてあげたりとかしても美味しいよ。あと軽くねしそを巻くとかして、そういうねちょっとしたものをつけて食べ応えアップさせるのもおすすめ。今回シンプルにいくけどね。まずはやっぱりこういうのを作った後にいずれまたね変わり種をね作っていくのがベストでしょう。まずはレギュラーを食べよう。では大量のエリンギちょっと 2,3 分ほど休ませました。はい、そしたらもう今油の温度が170度を超えてるので揚げ始めます。約ね180度ぐらいをキープにして、でカラッと揚がればいいのですぐ火は通ると思います。いきます。じゃあ揚げていきます。よし。で最初ちょっとね触らないように衣が剥がれやすいんで。これくらいが限界かな。
いい音してますね。でまあ正直カラッとねきつね色になればいいので、まあやって 2,3 分かな。でまあ最初ね衣つけた後休ませてるとねこんな感じで結構剥がれづらくなるのでおすすめですよ。唐揚げとかでも言えることだし。はい、じゃあ時間的に約2分ですね。で取り出していきます。はい、でまあ二度揚げとかはないので、はい、こちらでエリンギフライ完成。じゃああとはもうどんどん揚げていって実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。見てこうちゃん、新しいのにしたハイボールプリンゼロ、そう炭酸強め。ハイボールがいいかなと思って、で炭酸強めだったら淡麗辛口見つけちゃった。じゃあちょっといただきます。乾杯。乾杯。あーギンギンうまい。めっちゃうまこれ。よかったじゃん、見つけたじゃん。見つけた。こうちゃん瀬戸内瀬戸内レモンじゃん。ここにあるのも瀬戸内レモン。めっちゃうまい。食べていいですか。じゃあどうぞ。ちょっとまあいい、多分ね今もねいい音すると思うよ。もう10分ぐらい経ってんだよ。ちょっといただきます。どうちょっと俺もじゃあ私も一応ね今回何にもノーマルなんで、はいちょっと塩つけていこうかな。一番オーソドックスだね。いただきます。いい音。あもう十分。ちょっとじゃあいただきます。まっ。多分エリンギ史上一番美味しい食べ方だと思う。シンプルでザックザクよ。もうあとコリコリね。アワビだけって言われるぐらいだからね。もう一回食べていい？俺レモンでいくね。レモン。うますぎ。本当にただ揚げただけと思えないレベルだね。やっぱもう食感が美味しいよね、エリンギって。これね、これからの季節たまんないと思いますよ。お酒飲みの方はもう最強のおつまみだと思う。まず俺ウスターソースからいくね。俺普通のソースで中のウスターソースで。やっぱうめえ。ソースだったやっぱ。ウスターソースいただきます。ソースかけた方がうまいわ。うますぎ。本当に上辺抜きでご飯食べられるよね。いやこんなの欲しいもん。何これすごいね。めっちゃうまいマジで。いや塩は本当にお酒とのおつまみなんだけど、ソースになった瞬間いきなり腸活感増すね。あとねもう本当にもう毎度毎度もうおなじみの言葉なんだけど、マジでこうちゃんの揚げ方が本当に神ってる。めっちゃサックサク。もうザクザクだもんね。サクサクを超えてんのね。うんまっ。でね俺はねフライ系はねこれなんですよ。マヨとウスターソース
あ、うまいね、まろやかになってね。これウスターソースってちょっと酸味があるじゃん。だからなんだっけ、前マヨネーズも唯一いらないって言った揚げ物こうちゃんが。なんだっけ。なんだっけ、あ、土佐酢だ。あ、そうだ、土佐酢からあれめっちゃ好評。あれマジうまいもん。作ってくださった方にはもうめちゃくちゃ喜んでもらえてる。あれマジで美味しいから。本当にうまいよね。永遠にこれと同じぐらい永遠に食べられるよね。あれは本当に美味しかった。多分マイナスだよね、カロリーね。もはや美味しいもん。美味しすぎて、さっぱりしすぎて。美味しすぎて多分体が元気になるからカロリー消費すると思うちょっとこれ、このウスターマヨ、これが俺はもう一番好きなの。そう、フライ系、カキフライとかでもこれだから。あいただきます。ー、うまい最強。でもね、前ね、こうちゃんとかき小屋に行ったことがあるんだけど、こうちゃん本当にね、主婦より主婦でね、本当にね、調味料をね山ほどね用意してくれるんだよね。だからね、永遠に飽きないの。もうレモン汁からポン酢からソースから全てもういろんな調味料用意してくれるからすごい。だからもう好きなんだよね、多分ね、こうちゃんがね、そういうのがね。持ち込みからなんだよね。自分で持ち込んでくださいってなるから、クーラーボックスにめっちゃいろんな調味料突っ込んで持ってった。でもそれが助かるんだよね。ちょっとこれで食べて信じて、これだから優勝するから。これだからうめえんだよな。マジでこれうめえから。ほんまにうまいね。みんな揚げ物系はウスターマヨちょっとやってみて。ラストいいっすか。いただきます。ということで本日はですね、本当にもう前回のその土佐酢唐揚げ、あれもドシンプルだったんだけど、さらにシンプルになったエリンギフライだね、おこうちゃんに作っていただいたんですけども、多分ね、本当にシンプルなエリンギ料理の中では本当一番じゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃ美味しいです。やっぱ食感がもうねすごいんで、サクッの後のなんつうのコリみたいな感じの食感がめちゃくちゃうまいです。ほんと貝に似てる食感だから、うんめちゃくちゃ美味しいし、一応ちょっとだけね、中から肉汁じゃないんだけどさ、それ水分がねグニュッぬるって出てくるから、もうそこもまた美味しい。ね。もうソースとね、こうちゃんが言ってたウスターマヨでね、もうすごくおすすめなんですけど、今回の料理は本当にね、ソースつけた瞬間おつまみだけじゃなくておかずにもなると思うんですけど、個人的にはハイボール飲んでる方絶対合うと思う。いいね。特にもうこれめっちゃうまい。これ淡麗辛口ハイボール、これほんと辛口ですね。辛口で炭酸が超強いんですよ、だからハイボールがちょっと苦手だ、僕あんま得意じゃないんですけど、苦手な方もすごいすっきり飲める感じになってて、どちらかといえばキリン朝日の、あれあるじゃん、ビールラベル、黒ラベルじゃなくて、あれね、銀のやつ、あれにちょっと似てる。どうしたすっごい気になったのがさ、瀬戸内産レモンエキス入り無果汁、どっちだからそのものじゃないけどエキスね。どっち。待って、こうちゃん朝日さんだった。出た、やっぱもう朝日なんだよ。お酒は本当、いやたまたま本当に朝日さん本当にね、この辛口ってついてるやつ全部うまいわ。キリッとして、そうキリッとすんだよね。いいね。次も頑張れるわ。何をはい、ということで、本日は以上になります。とっても簡単でサクサクしてコリッとして美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。